こんにちは、月島です。今回はマンフロットのダブルアーティキュレーテッドアームと台座となるスーパークランプを購入しましたので、開封レビューをしていきたいと思います。基本的にカメラや照明用のアームとクランプですが、私はマイク用に使用したいと考えています。目次です。開封と内容物の確認、各部の確認と使い方、アームを組み立てる、カメラとマイクを取り付けてみる、最後にまとめです。それでは開封していきたいと思います。アームの方から開封します。次にクランプを開封します。アーム本体、カメラブラケット、スーパークランプ、それぞれの説明書と注意書きです。次は各部の確認と使い方を見ていきたいと思います。私が購入したのはアームが2本ついているタイプです。アームが1本のモデルや関節が2つあるタイプもあります。用途に応じて選ぶことができます。アームは360度近く回転させることが可能です。回る部分にギザギザが刻まれているのでクリック感があります。アームの先端についているこの2つのロック用のパーツはスライドをすることができて、アーム部分の自由な位置に固定することができます。アームはまっすぐ伸ばすと約 62.5 センチです。この部分約30センチです。重さは約 640g、耐荷重は 5kg です。カメラを取り付けられるブラケットです。4分の1インチネジが装備されていますので、そのままカメラを設置できます。カメラと接触する部分にはゴムが装備されています。ネジ部分に幅が設けられていますので、ある程度はカメラに合わせて位置を決めることができそうです。アルミニウム製で重さは約 140g です。裏から見るとこんな感じです。まず第一印象として重いです。使用では 430g とありますが、それ以上の重さに感じます。耐荷重は 15kg とありますので、かなりしっかりした作りをしているのだと思います。このレバーを回すことで開きます。この状態だとポールに取り付けられるモードです。直径が 13mm から 55mm のポールに対応しています。ポールに当たる部分にはゴムが装備されています。こちら側にもあります。私は机に固定するつもりですので、モードを切り替えたいと思います。ここの部分に付属しているパーツを外して受けの部分に取り付けると、このパーツが平らになりますので、机に設置することが可能になります。これで使えるようになりました。板に使用する場合、挟み込める厚みは 10mm から 30mm くらいまでのようです。また、このスーパークランプは4分の1インチネジの穴があり、雲台を取り付けることができます。このクランプをポールや板などに固定して雲台の台座として使用することもできます。その際には両側がオスの4分の1インチネジを用意する必要があります。次はアームとカメラブラケットとスーパークランプを組み合わせて完成させてみたいと思います。まずアームの先端にカメラブラケットを取り付けます。細い方がカメラブラケット用で、太い方がクランプに固定する形になっています。カメラブラケットを取り付けます。つきました。次にスーパークランプを取り付けたいと思います。
組み合わせ方は、ここにある銀色のパーツを押し込んで合わせます。これで取り付けることができました。次はこのアームを机に固定してカメラやマイクを設置してみたいと思います。クランプを机に固定します。しっかりと固定されました。カメラを取り付けます。こんな感じになります。カメラブラケットはかなり自由に動きますので、俯瞰撮影も可能です。カメラブラケットにネジ変換アダプターを使用してマイクを取り付けてみます。マイクはカメラより軽いですのでしっかりと固定されます。次はまとめです。マイクを設置する場合はケーブルに注意しなければなりませんが、ちょっと使用してみた感じはおおむね想定通りでしたので、これから使用していきたいと思います。また、机にマイクを固定できれば、今まで使用していたマイクスタンドを片付けることができますので、それもメリットだと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。